皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年6月12日に東京 EX シアター六本木で開催されましたザ・ウォーニングとの対バンお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。私はバンドメイドにハマるまでライブやコンサートにほぼ行ったことがないという状況でしたので、対バンという形態のライブも初めての経験です。それと例のごとくザ・ウォーニングさんについても予備知識がなかったので、事前に YouTube で予習してみたらライブ映像も含めてめちゃくちゃいいので、すごく楽しみになっていました。いい年になっていろいろ初めての経験をできるというのはバンメさんのおかげだなと思いながら、今回も当日移動ということで朝から移動を開始します。平日の水曜日なので、前回のザ・デイ・オブ・メイド2024と同じく通勤ラッシュに揉まれながら新大阪へ行きまして、新大阪から東京へ新幹線で向かいます。しかし今回もあーちゃんが張り切っているのか思いっきり晴れです。実はあーちゃんだけではないことが後々お給仕で明かされますが、東京駅には11時前に着きまして、そのまま六本木へ向かいます。大阪在住の私からすると東京の地下鉄は複雑すぎて路線図見ても理解できなかったので、ネットで調べて丸の内線から日比谷線に乗り換えればいけるということで、丸の内線に乗り換えます。日比谷線に乗り換えるのに銀座でも霞が関でもいいという大阪では考えられない接続でしたが、なんとか迷わずに六本木に着きました。まずのお目当てはザ・ウォーニングさんとバメさんたちが食事をしたとインスタに載せていた西麻布のゴンパチです。聖地巡礼の一種みたいな感じですね。六本木でお名手仲間と合流してゴンパチで天ぷらせいろそばをいただきました。なんか西麻布にある高級店というイメージだったのですが、1500円と非常にリーズナブルでかつ美味しいのでびっくりしましたね。バンメさんたちとザ・ウォーニングさんたちはここの個室的なところで食事したのかなと思いながらゴンパチを後にしました。それで一度は前を通過した EX シアターへ向かいます。今回は対バンなので新しいグッズはないんじゃないかなと勝手に思っていたのですが、思いっきり新しいのが販売されてましたので物販待ちに並びます。12時半くらいに着いたのですが、すでに海外勢を中心に50人ぐらい並んでました。1時間半ほど並んで T シャツとサコッシュと前回よりパワーアップしたらしいデラックスくじを10枚購入します。結果はステッカー7、缶バッジ2、キーホルダー1といつも通りの感じでした。でも提灯のキーホルダーが当たったのでよしとしました。ところが一緒に行動していたお名手様仲間がサイン入りグッズとかをたくさん当てられていたので、禁断の2周目チャレンジを初めてしまして、さらに10枚くじを購入しました。それでなんと結果はやっぱりステッカー6、キーホルダー4でした。でもピックのキーホルダーも欲しかったのでよしとします。それで一旦ホテルにチェックインして荷物を置くのと、購入したスペシャルアートワークの T シャツに着替えます。それで再度 EX シアターへ向かいましたが、いつものニッシーさんの集合写真があるというポストを見逃していて、残念ながら今回は集合写真入れませんでした。それでいよいよ入場待ちとなりますが、私のチケットは A716 番となんとも微妙な正番でしたので、入場した時はステージ前が10列くらい、一つ上の段が5列くらい、さらにその後ろの柵にも人がいるような状況でした。上の段とかも行ってみましたが、やっぱり少しでも近い方がいいかと思い、10列目の後ろくらいのセンターやや上手、最ちゃん前くらいの位置をキープしました。ステージの後ろのバックドロップは例のアートワークのどでかい版と、その両端にいくつもの提灯がかけられているというなかなか味わい深いものでした。このアートワークはすごく綺麗に描かれていて、よく見れば見るほどかっこいいというか味わい深い感じですし、両端の提灯にはカタカナでバンドメイド、ザ・ウォーニングと書かれています。これの意味は後の MC でわかります。なんとなく分かってはいましたが。メイドの日のお給仕で小鳩さんが言っていた小鳩もステージセット考えたはこの提灯とかだなと個人的に納得してました。18時定刻になって BGM が止み、会場の歓声と手拍子の中、まずはザ・ウォーニングさんが登場です。ザ・ウォーニングファンの方には申し訳ないですが、ここはあっさりと感想をつぶやく感じにさせていただきます。瀬取りはこんな感じでした。事前予習が十分でなかったので曲は覚えられていませんでしたが、シンガロングも2曲くらいできましたし、手拍子とか手を挙げたりとか周りの人見ながらそれなりにできました。全部の曲がお名手の私でも気持ちよく乗れる曲ばっかりだったと思いますし、みんな可愛いし力強いし思いっきり楽しめました。曲の終わり方がバンドメイドと同じく私の大好きな男前にスパッと終わるのがお気に入りポイントの一つでもありましたね。
でも3人とも歌えるのはすごいし、歌ってるのに演奏はバリバリやってるのも感心しました。ギターのダニエラのボーカルとギターは迫力満点で、ところどころ結構うまい日本語で喋っていたのもなんか嬉しかったですし、ベースのアレちゃんはめちゃくちゃ可愛くて、ベースもボーカルもうまかったですし、ドラムのパウリナはめちゃくちゃかっこよくてクリアな音のドラムで、あーちゃんばりに笑顔でしたし、意外に歌声が可愛かったのが印象的でした。ザ・ウォーニングの演奏が終わって10分ほどステージ転換のインターバルがあった後、 BGM がやみ SE が会場に響きます。十分に温まった会場の大歓声と大きな手拍子の中、いよいよバンメさんたちの登場です。約1ヶ月ぶりの生バンメさんを目にして感情が高ぶります。1曲目はなんとの今回も全く予想できなかったグローリーです。サイちゃんの強烈な煽りで始まります。最初から思いっきりジャンプさせてきました。10thアニバーサリーツアーでは定番でしたが、久しぶりな気がして本当に気持ちよく踊ってジャンプして手を振り上げて手拍子してシンガロングしました。あ、これがバンドメイドと全身に血が巡った感覚になりました。サイちゃん前10列目くらいというのはサイちゃんと目が合ういい位置でもあるんですよね。私の位置からはほぼサイちゃんしか見えない感じでしたので、サイちゃんばかりについてみました。大歓声の中、続けての2曲目がノーゴッドでした。これでもかという感じの2連続ジャンプ曲です。こういう感じでいくのねと思いながら、まだまだ体力は十分なので思いっきりちゃんとしてジャンプしてウォーウォー叫びました。ルールルーもみんなで手を挙げて歌ってましたね。私の前にいた人がどうもザ・ウォーニングファンの方だったようで、最初乗り方がわからない感じだったのがだんだん乗っていくのが分かって嬉しかったですね。最後は全力のチャントとともに終了です。3曲目はこれも少し意外なインフルエンサーでした。冒頭のキックスクラッチがめちゃくちゃ綺麗に決まっていたのが印象的でした。何度かつぶやいてますが、インフルエンサーは私的にはトップオブトップの曲の一つですので、もう嬉しくて踊りまくりましたし、秋通りでいいの時はみんな腕を回す感じにするのがなかなか合ってきていい感じでした。リサさんのベースソロとミンチョのギターソロはしびれましたし、大歓声で盛り上がりました。最後のサイちゃんと小畑さんのロングトーンで最高潮となって終わりますが、最後の最後、あーちゃんのドラムでの終わり方がかっこよかったような気がします。激しめの3曲が終わって息が上がってきたところに、続けての4曲目がアンディッシュでした。いつもながら音程もタイミングも間違えずに歌い始めるサイちゃんに感心しますが、もう最初のちゃんとも大盛り上がりで、だんだんディリだんだんもう気持ちよく作れました。なんかサイちゃんは絶好調というか気持ちよさそうというか楽しそうに歌ってたのが印象的でしたね。というかミンチョもコートさんもリサさんももちろんあーちゃんもみんな楽しそうでしたね。これがバンドメイドの魅力の一つですよね。こっちも本当に楽しくなります。曲終わりでサイちゃんのありがとうをもらって1回目の MC となります。いつも通り小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽーバンドメイド×ザ・ウォーニングスペシャルお給仕ポーで始まります。で、確かようこそザ・ウォーニング様とか盛大な拍手をみたいな感じでザ・ウォーニングさんにお礼を言う感じで始まったと思います。当然会場は大拍手と歓声で応えます。それで小畑さんとサイちゃんがステージのバックドロップの話をしてくれます。今回のためのスペシャルアートワークということで日本の夏祭りをイメージしているとのことでした。で、提灯の話にもなってサイちゃんがこの提灯はひょっとしてあの方が書いたのではみたいな感じで振ると、小鳩が書いたっぽーということで会場大歓声です。で、提灯はみんなで持って帰るとか言ってましたね。いや、一つ欲しいですね。で、小鳩さんがまだまだ夏祭りとしての暑さが足りないんじゃないですかぽーっと煽ってきますので、会場は大歓声で答えます。で、素敵なお給仕にしましょうぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションに入ります。イントロでざわざわして大歓声となります。MC 明けの5曲目はヨーローです。本当に今回の瀬取りは予想がつきません。冒頭の4曲に比べれば若干ハードさを抑えた感じのメリハリかなと感じました。しかしこの曲は演奏、中でもミンチョのギターがいろんなことやるので味わい深いですし、構成も複雑なのでバンドメイドでしか作れない曲だなと思いながら聴いてました。私もですが、ヨーロ好きなご主人様お嬢様多いと思いますので会場は盛り上がりましたね。次の6曲目がバブルでした。いやー、やっぱり予想できません。サイちゃん恐るべしです。おー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 って気持ちよく叫びましたね。サイちゃんの英語のセリフ喋るところ正面でバッチリ見えたのですが、セクシーな感じでグッときましたね。
バブルはあーちゃんのドラムもミサさんのベースもミンチョのリフも小鳩さんのギターも全部かっこいいですし、本当に好きですね。最後 Wake Me Up をみんなで叫んで、最後のチャントも大盛り上がりでした。次はミンチョの激しいリフから始まります。シャンブルズです。なぜか来たって感じになりました。お給仕でのシャンブルズは本当に盛り上がりますし、なんといってもミンチョがかっこいいんですよね。この辺で改めて気づいたのですが、EX シアターはステージと会場が近いというか、近く感じるというか、一体感がありました。サイちゃんの表情もよく見えましたし、前の人の隙間から見える小鳩さんやミンチョの楽しそうな表情も見えました。あーちゃんとミサさんはあまり見えなかったのですが、シャンブルズはみんなかっこいい感じがして、なんか男前な曲だなと改めて思いましたね。最後はサイちゃんのハーを待っての大歓声で終わります。続けての8曲目はワーニングです。これはやるだろうと思っていたので、やっと予想内のものが来た気がしました。しかしシャンブルズからワーニングとまた激しさのボルテージが上がってきた感じです。今回は落ち着きタイムはないんだなと気づきましたね。それでこの曲に限らずですが、この日の小鳩さんのバックボーカルがめちゃくちゃ元気だったような気がしました。みんな楽しそうに演奏して歌ってくれるので、こっちも本当に気持ちよくて気分も上がりましたね。終わりで大歓声の中、2回目の MC となります。サイちゃんのありがとうから確か今日はいい日になってるなみたいな煽りで始まります。で、サイちゃんがあーしんどいみたいに言います。やっぱりそうだろうなと思いましたね。そりゃしんどいだろうと。確かこの時だったと思いますが、会場から晴れ女みたいな声が上がって、サイちゃんが私は悪天候女ですみたいに言ってましたね。で、今日はドラムの茜のおかげですねと晴れ女のあーちゃんがドラムのところで立って挨拶するのですが、実はもっと強烈な晴れ女がいるということで、小鳩さんも入ってきて、ザ・ウォーニングのみんながすごい晴れ女ということでした。で、いつも通りグッズの話になるのですが、いつもとは違ったのは、サイちゃんが自然な感じでグッズの話に入ったことですね。で、スペシャルアートワークの T シャツの話と、サイちゃんデザインの T シャツ、サコッシュの紹介をしてくれます。サコッシュはこれからの季節活躍してくれるはず、フェスとかもあるしということでした。で、サイちゃんと小鳩さんが夏は終わらないよみたいに言うのですが、まだ始まってないしと自分でツッコミを入れてきます。で、無理やり今日から夏が始まったことにしようということで、サイちゃんが今日から夏が始まったようで会場大歓声です。もうこっちは叫べれば何でもいい感じになってます。で、続けて梅雨も吹っ飛ばして夏祭りだよみたいなことを言っていたと思います。本当に夏真っ盛りくらいの暑さだったので納得です。それでデラックスくじの話になります。T シャツとかハンドタオルとか提灯のキーホルダーが当たるということで、提灯の字は小鳩さんの直筆と言ってました。で、当たった人とか言われたので、サコッシュに提灯のキーホルダーをつけていた私は上へ上げたのですが、気づかれませんでした。残念。それでザ・ウォーニングさんと食事に行ったりして仲良くなったというような話をして、その後ホールツアーがいよいよ今月から始まるという話をして、会場は大歓声になってました。で、サイちゃんがホールツアーから SE が新しくなるって言って、ミンチョが新しく作ったよみたいなことをミンチョ推しで言ってたと思います。なので、今日が今の SE の聞き納めだったよということでした。事後報告すみませんってサイちゃんが謝ってましたが、映像作品にもなってるし大丈夫だよねということでした。はい、全然問題ないですね。で、小鳩さんが何回でも見れるポねとか言ったら、サイちゃんがものすごくそっけなく、そうっすねみたいに言ったので、すごい急に飽きられたっぽって小鳩さんが戸惑ってました。小鳩さんが言うには、もうサイちゃんは気持ちは次に行ってますっぽということで、サイちゃんのまだまだ行けますか皆さんで、六本木そんなもんじゃないだろうの煽りと、それに応える大歓声で最終セクションに入ります。MC 終わりの9曲目がスクリーニングでした。ミンチョのリフとともに会場は全力のチャントで始まります。いや、この瀬取りは確かにしんどいでしょうねという感じです。ミンチョは結構前で弾いてくれたので、表情もよく見えたのですが、ノリノリでしたね。めっちゃ可愛かったです。そういえば、この日はみんな結構前で演奏したり歌ってくれてたように思いました。それで近くに感じたのかなという感じですね。スクリーニングは最近の休止ではほぼ定番曲になっていますので、会場のノリもこなれて完全にステージと会場が一体化していました。ちょっとトランス状態みたいになりましたね。曲終わりの大歓声の中、次の10曲目がマギーでした。この後半でジャンプ曲です。もう結構足はガクガクでしたが、最後の力でジャンプしました。前にもつぶやきましたが、マギーはサイちゃんが本当に気持ちよさそうに歌うので、こっちも頑張ってジャンプできます。手拍子のところとかも分かってきましたので、マギーはもういつでも来いっていう感じになりました。
それで次の11曲目がドミネーションでした。ミンチョのリフとともに大歓声が上がって会場は全力のチャントで始まります。ドミネーションということはラストかと思ったのですが、さえちゃんからのラストだの声はなかったので、と思いながらもノリノリでハローハロー叫んだり、全国せよって叫んだり、思いっきりちゃんとしたり踊ったりして、完全に一体化したステージと会場のノリを楽しんで、曲終わりでの大歓声が上がるのですが、ここで小畑さんが、それではバンドメイドでしたと言いたいところですが、ポッと続けて、今日はバンドメイド×ザ・ウォーニングというスペシャルお給仕ということで、と終わらない宣言をしてくれます。で、小鳩のあの時間をやってないポーと言ってくれたのですが、さえちゃんがまさかみたいに受けたので、会場から笑いが起きます。それでまずはザ・ウォーニングを呼ぶということで、ステージにザ・ウォーニングの3人が出てきます。会場は大歓声です。それで小畑さんが改めて出会いの話をして、アフターショックで出会っていつか一緒にメキシコや日本でできたらいいねと言ってたのが叶いましたっぽーで、会場は大歓声となります。で、一緒にラーメン食べたとかプレゼント交換したとか、小畑さんがドヤ顔で話すのですが、めちゃくちゃ日本語で喋るのでミンチョが通訳するみたいな感じになってましたね。あとフルーツ大福がすごく気に入ってくれたとか言ってましたね。それでなんと小鳩のあの時間を一緒にやってほしいというとんでもないことを言い出します。で、おまじないタイムのことをザ・ウォーニングの3人に説明するのですが、全然英語で言えてないので、またミンチョが通訳みたいになります。それで I say 萌え萌え You say って感じで会場から萌え萌えって返すのを聞いて、今度はザ・ウォーニングの3人に You say ってやったら萌え萌えって叫んでくれたので、小畑さんは可愛いって燃えてました。それで見本を見せる感じで萌え萌えキュンキュンとかバーンメイとかウォーニングとかをやって、いつものおまじないタイム的な感じになります。で、バンドメイドザ・ウォーニング最高ポーみたいな感じで一旦締める感じになるのですが、終わるのかと思ったら、なんとおまじないタイムをダニエラにやらそうとします。で、ダニエラがノリが良くてやってくれるのですが、なぜかバーモースみたいに言ったので、バーモースって会場から返します。で、続けてバーンメイとかウォーニングとか言ってくれます。もう会場も慣れてますので大声で返します。この光景は多分もうこの時しかない貴重な光景ですよね。ザ・ウォーニングのダニエラのおまじないタイムです。最後も分かっていたのか、フォーみたいに叫んで会場と一体化するという正しいおまじないタイムの終わり方で完璧にこなします。小畑さんはなんかかっこいいとか、小畑とは違うと感心してましたね。で、続けてサイちゃんがダニエラの耳元で言葉を教え出します。で、ダニエラは結構綺麗な日本語で、かかってこいやーって叫んで会場大盛り上がりです。嬉しかったのかサイちゃんは何度でもかかってこいやーを言わせます。いやいや、微笑ましかったですし、ダニエラのノリも良かったですね。会場は本当に盛り上がりました。それで超激レアなおまじないタイムは終わったのですが、小畑さんがここで終わると思うじゃんぽと言ってきます。今日はスペシャルお給仕の日だっぽということで、ザ・ウォーニングと一緒に1曲作ってきましたっぽーと超絶嬉しい報告をしてくれまして、会場は大歓声に包まれます。ザ・ウォーニングの来日がすごく早かったので、何かやってるだろうなと思っていましたが、本当に曲を作ってると聞いて感無量でした。で、ザ・ウォーニングちゃんと一緒に1曲披露しちゃったりするっぽーで、会場の大歓声の中、ステージに8人がスタンバイします。なんと最後の最後に超ド級のサプライズです。ドラムが2人、ベースも2人、ギターが3人、メインボーカル2人です。こんなのはもう絶対見られないですよね。あーちゃんとパウリナが並んでドラムセットに座ってる。ミサさんとアレちゃんが並んでベース持ってる。小畑さんとサエちゃんとダニエラとミンチョが並んでるという光景です。サエちゃんのいけるか六本木、そんなもんじゃないだろうの強烈な煽りで曲に入ろうとしたのですが、最初少しダニエラの準備ができてなくて始められないというハプニングがあって一瞬笑いが起きたりしたのですが、またサエちゃんが耳元で囁いて、ダニエラのかかってこいやーで盛り上がりはまた最高潮になります。大歓声の中始まった曲が後で分かったのですが、ショーゼムという曲でした。ダニエラのシャウトで始まった曲は始まった途端にこれは絶対好きになるし曲と感じてゾクゾクしました。当然初めて聴くのに会場は思いっきりシンガロングできてましたし、ストレートなハードロックで乗りやすいし、サエちゃんがダニエラの迫力に負けない感じの力強いボーカルで、もう会場は興奮のるつぼと化していました。サエちゃんとダニエラがそれぞれ歌ったりハモったり、ベースとギターのそれぞれのソロ回しがあったり、あーちゃんとパウリナのドラムの掛け合いとか、もう絶対見られないと思われる貴重なものを見られて大興奮でした。
曲終わりで大興奮の会場でしたが、最後は8人全員で手をつないで挨拶をしてくれて、最後小畑さんの素敵なザ・ウォーニングさんとバンドメイドのスペシャルライブでしたっぽーで締めようとしていたと思います。でも拍手が鳴りやまない感じになっていましたので、小畑さんがさんまとかタモリが言っていたような拍手をチャッチャッチャで終わらすやつをやろうとするのですが、最初は会場に伝わらずうまくいかなくて、2回目でそれっぽくできたので満足して、それではバンドメイドザ・ウォーニングのお給仕でしたっぽ、いってらっしゃいませご主人様お嬢様バイバイっぽで、またまた歴史的と言ってもいい対バンお給仕は幕を下ろしました。本当にバンドメイドの給仕は毎回想像を超えてきますし、最高を更新し続けてくれます。私的にはこの年になってこんなに毎回毎回新しい感動と素晴らしいパフォーマンスを見れることになるとは思っていませんでしたので、本当に感謝していますし、バンドメイドを発見できた喜びと誇りをかみしめて会場を後にしました。次の給仕は約2週間後の今月6月28日のいよいよ始まるホールツアー初日となる岡谷工機名古屋公会堂でのお給仕ですね。もうどんな感じになるのか予想は諦めて、とにかく楽しみにして待ちたいと思います。はい。ということで EX シアター六本木で開催されましたザ・ウォーニングさんとの対バンお給仕についての個人的感想とレポートでした。今回は以上です。それではまた次回。